心を豊かにする7つの言葉。心を豊かにする言葉は人生を前向きに変える力を秘めています。1、私はついている。私はついているという言葉は日常の中に幸運を見つける力を与えてくれます。例えば、雨が降りそうな日に傘を忘れたと思ったら、たまたま友人が予備の傘を貸してくれたという出来事があります。この瞬間についていると感じるだけで、その日の気分が一変します。また、信号が連続して青だったり、仕事のメールがタイミングよく返信されたりする些細な出来事も、私はついていると心の中でつぶやくことで、より前向きに受け止められます。この言葉は単なるポジティブシンキング以上に、自分の人生に良いことが起こることを引き寄せる幸運の種をまく行為とも言えます。2、いつでも豊かである。豊かさとはお金や物だけではありません。人間関係、健康、心の充実感など、私たちが日々触れるあらゆるものが豊かさの一部です。例えば、ある人は忙しい毎日の中で家族と一緒に食べる夕食が何よりの豊かさだと言います。また、ある人は仕事帰りにふと立ち寄った公園で見る夕焼けに豊かさを感じると話します。さらに、困難な時期であっても信頼できる友人の存在や励ましの言葉は私たちの心に豊かさをもたらしてくれます。このように私たちはすでにいつでも豊かであるという真実を再確認するだけで感謝の気持ちが自然と湧いてきます。3、きっとうまくいく。きっとうまくいくと信じる心は逆境に立ち向かう勇気を与えてくれます。例えば、起業を目指す人が最初の事業で失敗してしまったとしても、きっと次はうまくいくと信じて努力を続けることで最終的に成功を収めたという話があります。また、大学受験に失敗した学生がきっと自分には別の道があると前を向き、翌年にはさらに良い結果を得たという例もあります。この言葉は未来に対する希望を示すだけでなく、今目の前にある困難を乗り越えるための力を与えてくれます。きっとうまくいくという心構えはどんな状況でも光を見つける鍵となります。4、やめなければ失敗ではない。失敗は終わりではなく挑戦の途中に過ぎません。例えば、有名な発明家トーマス・エジソンは電球の発明に至るまで1000回以上の試行錯誤を繰り返しましたが、彼はそれを失敗とは捉えませんでした。彼の言葉にあるように、失敗ではなくうまくいかない方法を1000通り見つけただけという視点を持つことが重要です。また、マラソンに挑戦する初心者が途中で何度もペースを崩しても最後まで走り切ることができれば、それは成功と言えるでしょう。やめなければ失敗ではないという言葉は、継続する勇気と粘り強さを支える強力なメッセージです。5、悩んでいるのは本気の証拠。悩みは時に私たちを苦しめますが、それは自分が真剣に向き合っている証です。例えば、進路選択に悩む人は自分の将来を真剣に考えているからこそ、その決断が重く感じられるのです。また、仕事でミスをした際にどうしてこんなことをしてしまったのかと自分を責める時間があるのは、仕事に対して誠実に向き合っている証拠です。ある心理学者は、悩むことそのものが成長のプロセスであり、自分を深く知るための機会だと述べています。悩んでいるのは本気の証拠という言葉は、悩みをポジティブに捉える視点を提供し、自分を責めるのではなく、むしろ自分を誇らしく思うきっかけを与えてくれます。6、今日が人生で一番若い。今日が人生で一番若いという言葉は、今この瞬間を大切に生きることの重要性を教えてくれます。例えば、60歳を迎えた人が新たにピアノを習い始めるという話があります。もう遅いと考えるのではなく、今日始めれば1年後には成長している自分がいると考えるのです。この視点は挑戦に対する不安や年齢へのとらわれを解放してくれます。また、
小さな一歩でも始めることで未来への扉が開かれます。今日という日が最良のスタート地点であることを忘れずに行動することが充実した人生への鍵となります。7. 私は私を見捨てない。自分自身を見捨てないという決意はどんな困難な状況においても自分を支える力となります。例えば仕事で大きな失敗をして周囲から批判を受けたとしても、自分だけは自分を励ます存在であるべきです。私は私を見捨てないという言葉は自己信頼と自己肯定感を高める魔法の言葉です。ある人が長年の夢を追い続ける中で失敗や挫折を経験したものの、この言葉を支えに立ち直り最終的に成功をつかんだというエピソードもあります。自分を信じ、自分の可能性を見捨てないことでどんな状況でも前に進む力が湧いてきます。これらの言葉を日々の生活に取り入れることで心が豊かになり、人生がより輝くものになるでしょう。